僕もこれやみたいな、これで迷ってるっていうのあるかもしれんし、きっかけだけ作ってあとは引っ張って切るぐらいのイメージ。エコケーブルやる機会あれば覚えておいてもらえたらなと。ほう、ニッパなし。なしです。さすが。これに手こずってる方が結構多いかな。ね。はい。怖い。ミキバージョンで。この場合はもうスピード重視なんで、歯入れすぎても問題ない。こうクリクリって抜けるんで。抜けなかった。みんな現場ではもっと早いですかね。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は電気工事の基礎となる電線の皮むきで、今映ってるちょっと深夜がね、最近電気工事始めてちょっと苦手やんな。まだ苦手ですね。だから、新人さんとベテランの2期でどう違うかっていうのをやってみよう。どう違うかって言ったらあれやねんけど、今見てる新人さんは僕もこれやみたいな、これで迷ってるっていうのあるかもしれんし、でその深夜が向いたのを見た上でマスター2期がこうした方がいいんじゃないかなとかレクチャーしてる感じで。そしたらこれ CVV の125の、シールド線、別にシールド線じゃなくてもいいねんけど、たまたまシールドが在庫であったから、シチュエーションとしては 1m 弱ぐらい盤決線するのに長く皮むくと思うねんけど、それでやってみようか。いつもどうやって向いてるか。カッターは特大と 1m ぐらいで、あ、1m。まあいいわ、60センチでもいいし、半分とかでもできますけどね、長いから。カッターって怖いね。まず初めの切れ目を入れてるな。そうです。短くして、怖いです。ナイフしかないときは絶対こうなりますもんね。新人さんやったらこれぐらい時間がかかるんでしょうね。これを待ってあげるのも先輩の優しさなんでしょうか。いつも僕は切れてしまいます。ちゃんと入ってんの？入っていなかったでしょその割ったとこと違うとこが下げると割れていかないですよね。そう入れてるけどみたいな。ほんまや、全然違うとこ割れてる。ただちぎってるだけみたいなね。いい悪い見本になったな。あるあるですけどね。ちゃうとこ下げるもんですけど。俺もやってまうことあるけど、ええやん。はまったと向けるとね。はい、オッケー。その辺はいいわ。外装被覆だけやから。はい、ってことで今2分弱ぐらいかかったんかな。めっちゃ無言でしたけど。オッケー。ほんなら、まさに先輩ベテランとして、今のに対するアドバイスとか、同じように時間かかっちゃう人っていてると思うんで、どうしたらいいかな。まず僕は道具としては電工ナイフを使いますね。やっぱりカッターやと切れすぎて怖いっていうのもあるんで、割れてね飛んでいったりもするんで、切れにくいけど電工ナイフっていう、僕は電工ナイフ推しなんで、同じ長さであんまり折れへんかな。もうきっかけだけ作る感じで、一番嫌なのは刃がその新鮮までこう当たるのが嫌なんで、僕はきっかけだけ作って、あとは引っ張って切るぐらいのイメージでいいと思います。ガイドみたいなもんね。絶対もう刃がそれ以上いってないってことなんで、僕こっちです、向こう。こうやってたけど、やっぱこう滑ったらこっちに来るんで、刃が。
外に行くんです。で刃をこれコツなんですけど、こう縦に入れるんじゃなくて、こう水平に入れていくイメージ。刃先だけを、まあ、ちょっとこれ細いの難しいんですけど、こうやって入れてあげて、あ、横から。そうです。こうやってで刃を動かすんじゃなくて電線を動かしてあげる。こうやってビュッビュッとこうすると刃がもう新鮮には当たんないですよね。はいこうまっすぐ入ってるんで、こう入れてあげてずらしていくと。これがなんやかんや一番安全な剥き方やな。いい状態でいかないですね。一回抜いたらあかんですね。太めの線やったらやりやすいねんけどな。この細い線はこのやり方ちょっ調子よかったですかね。と難しいかな。一回壺に入るとずーっといくんで、ピントを入れないから余計ですね。後半が難しいですね。これはまあこれぐらい10センチぐらいだと、あと最後に引っ張ったらいけるんですけど、で肉までこう掴んでいって、そっちから行くんだね。でこう切ってあげる感じで、こう割ってで最後これが抜けるんで、全部いかなくてもまあ150ぐらいでいいかな。そのまままっすぐ引っ張ったらシュッと抜けるんで、最後までいかなくてもいいかなという感じで、まあこれやったら傷も入らへんし、はい安全な。確かに。こういうイメージですね。こう入れていくイメージ。こう OK 縦じゃない。今マッサニキがやってくれたのはこう横に入れて電線に傷をつけないという、まあ一番いいやり方なんかなと思います。でもまあいろんなやり方があるんで、僕のやり方も一応参考になるかわかんないんですけど、ちなみにさっきの深夜に教えたのは僕なんですよ。ちょっと危なっかしいと思われるかもしれないんですけど、例えばまあ盤決線すると。でこれぐらい向かなあかんと。で深夜はここでやっててんけど、あれはあれでいいねんけど、まあここに抜きを入れますね。でこれ今僕適当に入れましたけど、さっき深夜が折ってたのは多分こうちょろちょろっと入れていけっていうのを誰かに教わったんかな、こう皮を裂きながらギリギリのとこまで、曲げることで避けてきますよね。2ヶ月作ってピューッと。それもありやと思う。ありやと思うんですけど、まあマッサニキがやってたように最後避けるからっていうのがあるから、まあ僕もそこそこしか入れてないです。でもそれは選手とかによってよるかな。で僕のやり方なんですけど、こう縦に入れたら確かに電線に傷がついて危ないです。スピードをちょっと僕求めたいんで、これぐらい出して、このねちょっと大げさに今回は出しましょうか。刃を僕をいつもこうやって持つんですよね。でこれがここに当たるからそれ以上刃が入らない。で状況にもよるんですけど、できたらこの平らな地べたとかに置けた地べたが最高です。で左手で持ってこれをこう引っ張っていったら速い歯ブラみたいな感じで使えます。で最後どこやったかな、こうか。でまあこれをもう一回ニッパー入れカッター入れてもいいし、まあ綺麗に切れるんやったらニッパーで最後黒テープ巻いたらいいかなっていうことで、まあ深夜の方はあれやな、新人のやり方で、まあ、マッサニキのやり方で僕のやり方、まあ他にも多分ねこううまいことこうやっていく人もおるし、違うやり方で自分の方に向けるのかこっちに向けるのかっていうパターンもあるし、まあよかったら参考にしてください。そしたら次、3号三振のそれエコケーブルっていうねんけど、深夜触ったことあるかな、ないか。あんまない。でも公共工事とか大型とかやったら多いのかな。病院とか大手がやっぱり多いですね。で触ることがあんねんけど、ちょっと深夜硬いと思うねん。硬い。ちょっと抜いてみようか。それを6、7割ぐらいの長さ、2期方式でもいいし、いつもの方式でもいいし、まあ電線によってないろんな抜き方があると思うから、これぐらいでいいか。お、抜きバージョン。で刃先をちょっと入れてあげてまっすぐ持っていく感じでクロスさせるイメージ。そのカッターナイフがあかんな。でかいですねそれ。でかいし、ロックも壊れてるし、この端が難しいですね。ある程度入ったらそのまま電線だけずらしていくイメージで。電線を。そう歯で動かすと絶対手首返って逃げるんで、歯はロックで電線を下げていくイメージ。ええんちゃう？
やと線も傷つけへんし自分も怪我せえへんからいいかなと僕は思いますけどね、時間はちょっとあれですけど硬いねエコやからな。硬いと逃げた時やっぱ怖いですよねうん。カッターとか一回ずれたら戻すのがちょっと難しいんですよそれぐらい抜けないですかねあ、こそうか。はいこっち頭から引っ張ったらどっかわからんくならへんですかああ、そうで引っ張りすぎて確かにオーバーしてしまう時がある勢いよくいったら飛び越すもんな。んはあ、いい最初。ある程度は多分指で取れると思う力加減ですねそこははあ、最初緩かったか。練習が必要ですね。ちょっと緩かったみたいです。まあまあ緩いってことは電線に傷が入ってないってことなので僕はいいことやと思うんですけどね何もさらぬピュッて抜けるってことは結構入りすぎてると思うんで最後はちょっとちぎるぐらいの感覚でそうですね。でまっすぐ硬いかもですねこれから硬かったか思いっきりこっち引っ張ったらいけんじゃん。無理か。ちぎれるあ、ちぎれたか。ここのちょっとは抜けた。口だけ持ってたらこここでグッて握ったらこっちが閉まるんで口だけはい。あ、そういうここう握ってあげてこう抜くイメージでう。さすが中学卒業後20年ちゃうな。と。いや、若干ここ入れ直したとこぐらいですね多分ねちょっと気づいてもだ。いや、ちょっと白がああ抜け。ちゃった。まあ中に行ってなかったな。中には行ってない。 CV の場合このね紙が入ってるんで、うん多少はね思いっきり感限りは大丈夫ですけどまあでもこれ見せられたらこの人大丈夫かなとはなるな。なる。まあ気をつけなあかんね。はい。はい。じゃあマッサニキバージョン。先ほどと同様に。はい手つきから違うもんね。こっち入れた時おおいいね。よいしょまあちょっとこれ短いからこっちからいきますけどはい。硬いねやっぱりこれ今入れすぎたのかな切れたねバッチリですね。はいまあ、ここで紙がめくった時に切れてなかったらうんうん刃が入ってないよってことなんです、そうやね入れすぎたらこれがもう取れますもんね、はい。これが残ってるんで大丈夫ですはい。はいじゃあエコの吉田出ましょうか。はいエコ電線をよく触ってます。ちょっとところになるかもしれんけど、3号できるかな。まあこう切れ目を入れてもらって。無理かこの長さ。パワーが必要ですね125やったらこれをパチコーンといけるんですよ。ってことで無理でした。無理か。気合であいける。いやこっちが抜きましたねあかんねやっぱりこんだけ長いとやっぱりしんどいかもね。真夏の外やったらいけるかもしれないですねこれは格好悪く僕失敗したんですけど、例えば機器の血線で10センチぐらいでいいよってなったら、そうですねもううん学んでいいですね、そういつものようにこう筋を入れなくてもここさえ割ってしまったらこうやっていけるんで、まあこれはこれでエコケーブルやる機会あれば覚えておいてもらえたらなと。それねじりがあるんで、そのねじりに合わせてひねりぐらいだったら抜けるんあ、抜けやすいんかな。さっきのもじゃあひねり
ちょっと長すぎるかな。そうですね。まあこんなんもあるんで覚えておいてください。次は CVT の60スケをまあこれは盤決線で長く剥くこともないと思うんで端子上げる想定で剥いてみましょうか。まあ大体でいいから。刃を回す方が芯や逆ちゃう？こうか。いやそっちのも俺いつも反対やの。みんなどっちやろ？こう回す？手前か奥か。どっちもですね。あどっちもか。現場やと電線はこう回ってくれないんで、どっかで止まってると思うんですよ、止まってる。そうそう。で刃をまあそれはこののひじり2機はひじり2機は、うん肩は使わない。型使わない。ピンコナイフ。ハサミとか向きチョッパーばっあかりですね。あ。カッター台に変えようか。台の方が扱いやすいんちゃうかな。特大にこだわってる理由は。刃がしっかりしてる。ああ。やったらなかなかでも電気屋でそのでかいの使ってる人見ないですね。俺も昔使っててんけどな。歯なくなった時にもらわれへんから。ああ、確かに。特大はないわ。みんな台やったら持ってんねん。うん。そっから俺台に変えたな。もらう気満々であれやけど。これはハンマーが飛んできますね。全然聞いてへん。まあでも皆さんこれ通る道ですもんね。この白い方が硬いですかね、うん特に。ちょっと気づいた。多分ニッパーでこじった時にあーここが気づいてしまいました。まあまあまあ気をつけましょう。はい。さあ CVT といえばまさに巷で言われている CVT も僕電光ナイフでほういきます。はい。まあ、外は一緒ですね。で外は CVT の場合20なんであんまり深さも気にせんでいいと思います。でこうやってあげて、このナイフでこうやって入れてあげたら抜けるんで、早い。ニッパーなくても。伊達に20年やっておりません。その白い方も硬いんで、あんまりさっきみたいに気ぃつかなくてもいいのかなと思います。でこっちもこっちからいくんですね。あ縦に。うん。CVT の場合は硬いんで、横というより縦であ、縦。いります。縦でいって、でナイフ入れてあげたら。いけるんで。おお、ニッパなし。なしです。さすが。そしたら今日は特別ゲストが実はいます。先生。シザーマンがハサミの使い手がいてるんで、 CVT といえば師匠お願いします。やめてください。今日はCVT のスペシャルマンを呼んでおります。違います。年間のね、剥く本数が全然僕と違うんでね、もう。CVT でもよう触ってるよな。そうですね。CVT の方が多いですね。ひじりさんです。毎月4、5本は向いてんじゃん。そんなに向いてないです。でも電力メーター取り付けるときとか38とか22とかはよう向いてたっす。そしたら、い今回はどんな感じで？じゃあ僕がまあちょうど深夜さんと増田2期の間ぐらいですね。経験電気屋になって5年ぐらいほうほうほう。で、まあ普段はいつも僕ハサミでへえ。剥くんですけど、使ったハサミなんですよ。これアルスのちょっと刃が長いハサミが PF カンとか FX とかも切るとき便利なんで、これいつも使ってます。
でこれで被覆向くんですけど、端子の長さ見てはいはい。そこに刃入れる。入れる。で手首をくるっと半周したらハサミって180度おお。いってくれる。ちょうど一緒になるってこと？そうですね。180度いったら両方の刃が当たるんで360度になるんで、 180×2 ってこと？はい。で頭に1本当ててもう1本ここの抜き始めに入れます。うんうんうん。でそこからピッてほう。ハサミを挟んだら1本目が向けてくれます。はいはい。でこれと同じように根元でぐるっと、おお。でここでもパチンと。はいはい。やばい、ちょっと今の弱かったんですけどここから親指でグッて押して刃入れてからパチンですね。親指を使うのがミスなんや。そうですね。左手の親指は結構大事ですね。でくるっとしたらこおお。いつも向けてくれるかなと。これはこれで早かったね。これはこれでうん。いいと思います。でハサミのデメリットとしては両刃で回すからここが合えへん時があるんですよね。そうですね。ああ、そういうことか。もっと上手い方やったら多分一発でうんうんうん合わせはると思うんですけど、僕とかまだまだなんでここが合ってないからはい。こういうところを後でカッターでちょっと綺麗にしたりとかは結構ありますね。これめっちゃ気になるからな。絶対飛ばすもんこうなったら。はい、でこういう人が怒られるっていうあるあるですね。スピードはあってもやっぱ綺麗さも大事ですね。こういう太いケーブルになると見た目も大事なんで。まあ、TIC で隠れるけど、そうですね。まあどうかなっていうところか。一流とは言えないかなっていうぐらいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日はカッターも一回やってみますか。カッターもやったことないわけではないんですけど、うんうん。いつもこんぐらい出してカッターも使いこなせると。ハサミと同様に勢いよく回せるな。僕はもう速さが大事かなと体がでかいから勢いよく見えるだけでもここはニッパーでいつも取りますね。ほうほう切り込みからでくるっと回して、はい。カッターの場合割れてしまうからナイフみたいにプリッて向かれへん。そうですね。あー先は弱いですよね。左に弱いもんね。でもう一発同じですね。でも1回目でも相当入ってるんですけどね、カッターだと。うんうんうん。せやね。ちょっと入るもんな、下も。これは強くっていうよりなぞるガイドっすよね、本当に。で僕いつもこれの時気ぃつけるんですけど、これ寄ってるじゃないですか。寄ってる方向にちょっと飛ばすっす。寄ってる方向に飛これネジにね。そうそうそう。ああ、この線の間に新線と新線の方向でこう飛ばしていくっす。新線と新線の。だからまっすぐ上がってないの分かると思うんですけど、これはい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 。新線沿いに飛ばしていけば、あ、そういうことね。斜めにこうねじれていってるんで、そうこですの間に狙っていくイメージだね。溝を狙ってるような感じだね。の方がなんか傷が入った時に目立ちにくいっていうのが僕の中であります。カッターだとそこまで気ぃつかなそうですね。でも最後はまた同じようにニッパーでプリント取れるんですけどこっちの方がやっぱちょっと綺麗ですね。はい。こんな感じです僕は。じゃあ今日は電線講座ということで、まあ電線皮むき迷ってるというか練習中の方とか、まあ今日の全てが正解ではないとは思うんですけどね。今いろんな道具あるんですけど、やっぱりナイフとかで基本の技はとりあえず身につけておかないと、ない時ありますからね。そうですね。電気屋さんはナイフが一番ですよね。こうナイフ最近使う人少ないから寂しいんですけどね。まあでもハサミっていうな技も俺もやるときやるし、いろんなことを知ってたらいいかなと思いました。ということでこの流れに続いて結構皆さんがというか新人さんがつまずくスチールの電線の取り付け、これを次やろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、前回皮むき動画見てくれた方見てくれてない方いると思うんですけど、今回また改めて説明すると、入線の際にねスチール、ここに電線をつけて、電線化に余裕があれば右手だけで十分やとは思うんですけど、ちょっと狭い時とか距離が長い時、絶対抜けてほしくない時に、ノーマル多い時とかね。皮をむいてやると思うんですけど、これに手こずってる方が結構多いかなっていう印象です、ね。はい。じゃあまずはいつも通りやってみましょうか。これだから一人作業じゃなくて引っ張る人が待ってますからね。そうそうそ待ってる体でってこ任してとですね。ますからね。う。10m 先には待ってて、
七入り出たよとそう言ってからの作業。突っ込んで待ってますからね、相手はまだガーって言ってる。で壁とかがあって見えへんかったら余計イライラする、余計に、何やってるの想像でやってんのかなみたいな作業、自分の中での想像の作業ですことを進めてしまいますから、見えてたらな、到着してテープで抜けたらまた怒られるし、んあーそうそう難しいとかね。皮を剥いて黒でいくんですね。いや別に何色でも。焦るし余計危ないですね、待たせてるっていう。もうだいぶユウさんあれですね、まだですかってあれせや言うてるこれスチールシャカシャカされる。ボックスかあるあるっすね。ここの通し方もありますし、人それぞれやな。これはフィジーさんに教えてもらおったひじり流ひじり巻き。あの現場で、ああ頑丈そうやなそれ。そんなやり方あんねや。これ抜けないですよマジで。でテープいらずなんですよ。結構20メーター超えたらテープしようかなっていうぐらい結構いけます。テープもめんどいもんな。はい。テープも巻いとこか巻くんやったら。残りの2本は飛ばさない。あ、そう。テープの端がない。あるある。たまになくなる時あるんですけどね。夏場とか薄くなって逆向き。そっちから巻くんですね。戻すんか。一往復。はい。僕はこんな感じです。はいはい。じゃあ入れましょうかってようやく言えますね。だいぶ時間はかかりました。OK はい。そしたら入選といえばひじりということで違う、よくないっすよこういうの。配管の鬼やからね。いえいまあ先ほどの深夜がやったのもひじり直伝やったってことであ本家やね。本家見せてもらえると、本家っていうか、まあ僕の考え師匠。ばっかりですよ。 OK。 はい、いきます。師匠のちょっと解説も入れながらこれももうザックでいいんで、ハサミで方法ざっといくでと。パッと折っおお早いね。て、でぐるぐるって回してピッ方法。とで、もうこんなんこういう紙とかって、まあ、引っかかりは多少あると思うんですけど、もう3本まとめてパチッといってあげて、まあそこまでガチガチにはならんのかもしれないですけど、でこの IV 剥く時なんですけど、はい。長く剥きたい時はまあカッターなり電光ナイフで、僕は膝使ってでケーブルを引っ張っていくっす。俺と一緒やね。でまあ根元だけガイド入れて、方法。まあ、傷入っていいっていう考えなんで、うんうん。そうやね。あくまでもで
まあ、本当に抜けてほしくないんやったら僕は2本でああちょっと距離まが長いとかとめていきたいですね。曲がりも多いとか。そうですね。でも、まあ、僕も色特にこだわってないんですけど、なんかたまに赤が強いとかは聞きますね。へえ、それ初耳やな俺。ほんまになんか初めてなんか赤は強いからみたいな聞くことわかんないですよ。その職人さんが冗談で言ってたんかもしれないですし。赤アースにするからとかじゃないんですわかんないです。これでもこの2本分入るかどうかが微妙なとこなんですけど、これ。ああまあスチールにもよるもんな。はい、これはよるんですけど、うちのちっちゃいからな。ちょっと頭きれいにしないと入らなさそうでしたね。まあこれ2本で入ってくれ。入らないですね、これは。から1本でいきます。 OK。まあ入るんやったら両方違う方向から入れるってことやな。そうですね。ひじり流やったら。こっち側とこっち側で1本ずつ入れます。僕はいつもこれ誰かに教わっいや、なんかそうした方がいいんじゃないかな。なんか網そのことをちょっと考えとった時に、イワシみたいな感じで。そうです、殺し合った方がいいんじゃないかな。あこれ短いですね、ちょっとね。た思ってたね、ちょっと2本でやるつもりやったから短くなってしまいましたけど。まだカートを取ってる先に言うさんがあ2本やったら先のでいけるんか。反対側のボックスで待ってるからゆうさんが今ちょっと図面見てますね。一回かかるな。ほんまにあれなんかなっつって。ちょっとカメラ回ってると手こずりますね。せやな。やっぱ緊張するよ。まあ、口ばっかり動いとったらその人のあれもちょっと気紛れますからね。まだちょっとなんか違うんですよ、いつもと。エコケーブルやから言うて。まあもっとすんなりいきます。言い訳じゃないけど、ほんまに叩かれるわこれ。うわ、めっちゃ嫌やわこれ。でもどっかにでまあこういうこうやって、まあちょっとちゃんと言いますね。ここで潰してはい。出てきたのでねじるんですけど、はい引っ張りながらねじってください。このねじりのこの細かさが硬さになるんで、ああ確かに。多分さっきよりかは細かくねじれてると思うんですけど、でテープ巻く時もこの両手でこことここ、小指と人差し指どっちでもいいんですけど、こう持ってあげるとここがフリーになるんで、この3本がの時に、僕も根元から巻くタイプです。先っちょからかで送ってあげる感じで、こう引っ張りながらですね。こことここを引っ張りながら、ストレートにした状態で。そうですね。ガチ締めすんねんな。テープ絞りながら。そうですね。テープはもうピタピタいくっす。まあ、本来ここまでいくんですけど、ここまではもう飛ばして、こういう出っ張りがあるところはできるだけ力強く締めてあげて、これで入ると思います。はい、ありがとうございます。恥ずかしい。2期バージョンで。まあ、この場合はもうスピード重視なんで僕もカッターでいきます。まあ100ぐらいかな。もう別に刃入れすぎても問題ないんで。はい。でまあこうクリクリって抜けるんで。抜けへんかった。こう硬いですね。みんな現場ではもっと早いですかね。いやほんまにエコ硬い。抜けへんわ。抜けへんな。あかんわ。悪く硬いですね。こういう想定外なこと起きた時の手早さも大事ですよね。あれ思ったのと違うってなってから早いですね。でまあ紙取ってあげて、まあこれもひじりと一緒で僕も一緒に切るですね、スチールの時は。別にここの切り差はもうまあどうでもいいんで。そうやね。でなんか赤が強いらしいんですけどどこ情報なんかな。僕はでも赤とか緑でアース使う線を
選んでやりますね。で剥くのも一緒ですね。僕もこう合わせてこうやって引っ張ってあげると。んで2本いこうかな。2本巻きちょっと強いめで結構やってみようか。してみようか。これ刃動かしたら足切れるんで電線引っ張るイメージでこうやって。こうやってあげると。でまあちょっと硬い配管想定して、はい、頭持ってあげて寄るほど置いてあげて、でまあ赤メインでいこうかな。僕は片っぽだけですね。でこれぐらいであげて、でこいつをこう巻いていくんですよ、こっちに。でなんていうのかな、スチールのこっちに戻す方にこれ逆にすると引っかかるかなと思う。これと一緒。そうですね。でここ CV よりも本体の太くなれへんかったらいいかなと思うんで、あんまり気にせんでいいと思う。でちょっと締めてあげてペンチでこれで、あこいつ切ってないな。切ってでテープなんですけど、これも全部巻かないです。ここからいきます。で頭から下ろしてあげる。よいしょ。こんな感じで。はい、で入線終わった時にこれ見えてたらどうですか？ここ片っぽ切ったらすぐ取れるでしょ。確かにこうやって取ったらで両方切るとこれゴミ出るんで、これでいけるんで、新次さんとかこういっちゃう人おるからだからちょい残しでやってあげるとすぐ取りやすいっていうとこまで考えてやってます。テープどっちがいいんかな。こうの方が下からの方がほんまは良かったりって言われたことあるんですけど、これぐらいのサイズは気にせんでいいです。こっちの方がこう入っていくんでかかりが分かりますより、まあ、このぐらいだと気にせんでいいと思うんですけど、こう重なっていくんでこう入りやすいみたいな、まあ、ちょっとの差なんですけど、太い線入れる時とかに言われたことあるんですね。逆やって言われて。エアコンのテープマークみたいな、ね、そうですね。上から水が入る。まあまあこれぐらいだったら気にしなくていいと思います。これマッサンキと一緒やからな。簡易バージョンでいいのかな。簡易バージョン。僕はさっきやってたマッサニキと全く一緒なんで、ちょっと簡易バージョンでいきます。時短バージョン。時短バージョン。適当に剥きます。結構硬いです。結構硬いね。一緒のことになった。これのね、シーベース抜けますもんね。そうやね。やったら落ち着いて。トラブルがあっても落ち着いて。ここで焦ったらカッターナイフで手を切ったり。で僕も一緒です。もうこれ別に汚くても電線の入線には関係ないんで適当に切ります。でさっきみんながやってくれたのは配管が複雑やとかいうことなんですけど、僕のはまあ2ノーマルぐらいまでやったらいけると思います。もう皮も剥かないです。でここをまっすぐにしてこう巻いて、ここがね引っかかるんで、もう正直余裕があれば、配管が余裕だったら僕はテープも巻かないですでもまあちょっと心配やったらテープ巻いてもええのかなと思います。一応僕がいつも気にしてるのは、この電線より太くなったらそもそもの意味がないんで、ここをちょっとね最後に絞ってあげて、まあ、先に絞ってもいいんですけど、だったら理論的には通ると思ってます。まあ、一応通ってるんでこんな感じです。ということで今日はスチールにつける講座でした。
まあこういう結構基本的なことなんですけど、まあ、新人さんの頃結構先輩のやっぱ見てるだけではね分からなかったりするんで、教えてもらうことでもないですうもんね、ん、それ教えてくださいって言ってもそんなに今忙しいからって多分跳ね飛ばされたりするし、まあ僕らの今やったやつが全部正解かというといろんなやり方まだ多分僕らが知らんだけでいっぱいあるんで、まあ、これを見て参考にしてもらってもいいし、まあ、僕らのを応用して他のやり方とか、あとはね凄腕の人のをこうやっぱり見て盗むとか、ちょっと休憩時間にね声かけてちょっと教えてもらえませんかとかいう風にして自分のベストを探して出していくのが一番と思います。ってことで最近動画ちょっと減っていってるんですけど、これからもこういう技術的なノウハウ動画、新人さんに役に立つっていうのが僕のモットーなんで、これからもみんなで頑張っていきますので応援お願いします。あっしゃ。とりあえず面白くしたいです。元気やろう。